皆さんこんにちは。株式会社スマレジ代表取締役の山本です。営業担当役員の地引です。当社2021年4月期通期決算の説明会を開催したいと思います。今回もオンラインでの開催となります。よろしくお願いいたします。まずはじめにお問い合わせを多くいただいております新型コロナウイルスによる影響についてご説明いたします。ご覧の通り、取引数、商談数ともに堅調に推移しています。都市部では未だ緊急事態宣言中ですが、営業活動の影響は地引さんどうだったでしょうか。第1回の緊急事態宣言の時は、リード数、商談数、制約数の全てにおいて影響がありましたが、2回、3回においてはさほど影響なく、コロナ前の状況に戻りつつあります。1年間通して考えた時にどうでしたか。なんか結構コロナに翻弄された1年だったかなと思ったんですけれども。そうですね。やっぱり大きく外部の要因が変化しましたので、それに合わせて中の営業体制ですとか、お客さんの対応とかっていうのを変えていきました。続きまして決算概要の方に移ってまいります。まず通期業績でのハイライトです。おかげさまで8年連続で増収増益を達成いたしました。売上高の方は新型コロナウイルスの影響を受けながらも通期計画に対して達成率 102.2% の33億2400万円で着地いたしました。コロナ禍での先行き不透明感から販管費をかなり抑えました結果、営業利益が過去最高の 25.4% という結果となっております。サブスクリプション売上高が着実に積み上がりまして、昨年 YOY でプラス 19.5% で着地しております。同じく ARR の方が YOY でプラス 30.3% の増加となっております。業績の方ですが、資料の8ページの方の損益計算書の方から説明いたします。売上高が最終クォーター10億円を超えまして、累計で32億4900万円。通期計画が32億5100万円でしたので、計画比で達成率 102.2% となっております。営業利益の方が第4クォーター2億5400万円となりまして、累計で8億4500万円となりました。計画比で通期の計画が6億7800万円でしたので、計画比の達成率が 124.6% という結果になっております。売上高、営業利益、営業利益率の推移はご覧の通りとなっております。先ほど申しましたが、8年連続での増収増益を達成しております。売上高の内訳でございます。薄い青の方が機器販売等となっております。初期費用に値する部分になります。下の濃い青の部分がクラウドサービスの月額利用料等ということで、ストックの収益となっております。サブスクリプションの売上高の比率が昨年度より上がってまいりました。はい。いかがでしょうか。2021年4月期は 55.7% でした。その前の年が約 48% だったので、大幅に上がりました。当社はハードウェアの販売の会社ではなくソフトウェアを提供する会社なので、今期以降もここを伸ばすように営業活動してまいります。機器販売とクラウドサービスの月額利用料の方で粗利率がかなり違いますので、こちら記載をしております。機器販売等の方が粗利が 34.6%、SaaS といいますか月額利用料の方の粗利が 83.6% となっております。次に ARR の推移でございます。合計で 20.7 億となりました。YOY でプラス 30% を達成しまして、クォーター比でプラス 8.2% となっております。資料飛びまして、従業員数の推移です。一昨年度が129名で、昨年度が124名で終わっております。コロナ禍におきまして採用活動を一旦全面的にストップしまして、
そうした結果もありまして、若干退職者も出まして、人数が減っております。第4クォーターから全部署にて採用を再開しております。これまで減った分を取り戻すために、採用チームを今強化して対応をしております。続きまして事業の状況について説明いたします。まず KPI サマリーを新しく新設いたしました。各数値はご覧の通りとなっております。当社にとって重要な指標を定期的に株主の皆様、投資家の皆様にも開示していくことといたしました。次のページにもありますように、スマレジタイムカードの方についても KPI を新設しております。中期経営計画にて ARR 倍増計画を掲げましたが、スマレジタイムカードの方もその要素となりますので、新たに KPI を開示しております。今後様子を見ながら KPI の数であったりとか売上高の内訳についても公開を検討してまいります。続きましてスマレジ4の進捗の方に進みます。スマレジ4、スマレジアプリマーケットという名前で今やっておりますが、こちらの進捗を教えていただけますか。はい。ご覧いただけます通り、開発パートナー様は順調に増えております。アプリマーケットでのアプリは、スマレジと外部システムとの情報連携をするためのものと、あとはスマレジの機能にさらにオンする機能として拡張機能を追加するもの、この2つに分かれます。特に機能拡張のアプリに関して、我々も注力しておりまして、でこれが実現すると今まで他にないポスレジに進化することができるというふうに考えております。これによって、店舗さんは既存のレジでできなかったことができるようになります。当社はこれまで獲得できなかった業種や販売方法の店舗を獲得できるようになります。開発のパートナーさんはスマレジの顧客基盤で収益を上げることができるようになります。次のページに参りまして、アプリコンテストの開催をいたしました。で、その結果の報告をいたします。どうでしたか？コンテストでは代行パートナーズさんのクリーンが受賞いたしました。先ほどご説明した通り、スマレジとクリーンを掛け合わすことで、クリーニング業界にスマレジを販売することができます。反響も大きくて、実際に多くのお問い合わせをいただいております。余談ではありますが、これだけではなく、あっと驚く新しいポスレジの形をいくつかのパートナー様が準備しております。ぜひこちらもご期待ください。今、27のアプリが公開されていると、直近ですともう少し増えていると思うんですけれども、何か面白いアプリとかありましたか？まだまだ言えないんですけど、まだまだたくさんあります。本当に、あっと驚くものが出てきますし、我々スマレジもですね、これまでは開拓できなかった業種も着手できるようになっていきますので、僕自身も楽しみにしています。続きまして27ページの方に参ります。アクティブ店舗率です。中期経営計画の中で長期目標としましてアクティブ店舗数30万店を掲げました。そうすることによって日本一を目指すというふうに記載しております。現時点でのアクティブ店舗数は 24,759 店舗となりました。これから30万店に向けてどうやって実現していくかという具体的な検討を社内で今開始しております。はい、次に利用プランの内訳となっております。こちらいかがでしょうか？特段申し上げることはありませんが、各プランとも全体的に堅調に伸びております。次の29ページ、MRR の増減分析、こちら資料をまた新しく追加しております。ご覧ください。続きまして30ページ、解約率の推移となっております。コロナ禍の中でも低い解約率をずっと維持してきております。いかがでしょうか？コロナがですね、大きな影響を及ぼすというふうに思っておりましたので、正直なところもう少し解約率が高くなるんじゃないかなと思ったんですけれども、結果今までの中で、一番低い水準の 0.66% ということになっております。こちらに関しては、スマレジ自体の価格が安価であることだとか、
あるいはプロダクトそのものがいいというふうにお客様からご判断いただけたんじゃないかなというふうに思っております。次に顧客単価 ARPA、ARPU の推移でございます。今回の資料からこの ARPA、ARPU の定義を変更しておりますのでご注意いただきたいと思っております。資料の下の方に定義について書いておりますのでご覧ください。この顧客単価の推移なんですが、こちらはいかがでしょうか。特に ARPU の方は、これまでずっとほぼ横ばいというような状況でした。でこちらは会社として改善するべき課題であるというふうに認識しております。で先ほどご説明いたしました通り、注力しておりますアプリマーケットですとか、あるいはその他準備中の取り組みをすることによって少しずつ単価アップを図っていく予定でございます。資料左側の ARPA の方が今回より新しく記載しておりますが、有料契約の1契約あたりの単価となっております。こちら少しずつ上がってきていると思うんですけども、いかがでしょうか。先ほど各プランの推移っていうのをご覧いただきました通り、ほぼほぼトレンドとしては変わっておりません。したがって1契約あたりの店舗数が上がってきているがゆえに単価が上がってきているというふうに理解しております。少しずつスマレッジをご利用の店舗が大規模の店舗に採用されつつあることじゃないかなというふうに思っております。33ページからは2022年4月期今年度の業績の見通しについて記載しております。34ページの方は通期業績ハイライトとしまして計画数値を記載しております。外部環境要因としまして2点、コロナ禍の影響、もう一つはサプライヤーの供給不安の2点について記載しておりまして、こちらが若干影響するものと考えております。で、売上高につきましては計画値が40億100万円、前年比で 120.4%、営業利益が5億9400万円で前年比で 70.3%、つまりマイナス 30% の計画としております。35ページの方に参ります。中期経営計画の達成に向けてということで、コロナ禍の影響があるものの、再び成長フェーズへ戻ると見込みとしまして、マーケティング、それから広告、採用等の予算を増加しております。経営戦略としまして、コロナ禍においても昨年度がですね、契約数が伸びたことを受けまして、今後の継続的な高成長を目指すため、中期経営計画をまず策定しております。その初年度となる今年度は積極的なマーケティング広告展開を実施予定としておりまして、このグラフにありますように、セールス&マーケティング費用を昨年比でプラス 157% としまして、広告等に費用を割いていこうという計画になっております。それに伴いまして、長期ビジョン、中期経営計画をアップデートしておりますので、後ほどお知らせいたします。次の36ページですが、新型コロナウイルスによる影響と当社の取り組みということで、当社のサービスが、店舗向けビジネスというのもありまして、コロナの影響を大きく受けるものと考えております。小売業界、飲食業界、それぞれに対して施策をこの1年かけてやってまいりました。で、これからもまた施策を考えております。こちらいかがでしょうか。ここに記載の通りなんですけれども、特にネットショップとの連携に関して、セルフレジの開発には力を入れたいというふうに思っております。一例としまして、ネットショップの連携では、すでにアプリマーケットにて、ベースさんとか、ショピファイさんとの連携アプリがリリースされております。はい、続きまして販売戦略4点掲げております。1番目、ショールーム戦略の強化。主要都市、主要なターミナル駅の近くにサテライトオフィスを用意しまして、ショールームとして展開してまいります。2番目がオンライン商談の強化。コロナ禍を受けまして、オンライン商談の比率がかなり上がっておりますので、対面の営業と同じぐらいのサービス内容を充実するということで、オンライン商談のコンテンツの強化を行っております。3番目が販売パートナーの強化。当社の売上のうちの販売パートナーが占める比率というのが約 20% ぐらいになっておりまして、こちらが
比率を上げていくということではなくて、全体の売上高が上がっていく中で、販売パートナー様からの流入が 20% 前後を維持するように強化していくという施策となっております。最後が途中で地引きが申しましたように、アプリマーケットの戦略としまして、あっと驚くようなアプリがいっぱい出てくることを期待しまして、そういった啓蒙活動を含めて、または資本業務提携も含めて幅広く活動していこうとしております。38ページの方がそのスマレジベンチャーズの方の進捗となります。CVC でありますスマレジベンチャーズをスタートしておりまして、前回の決算の発表の時にモバイルオーダーシステムを提供する LBB 様との資本業務提携を発表しておりますが、今回また新たに1件、働くという店舗のマネジメントツールを提供されております株式会社 KMW 様との資本業務提携を実現しております。今後も同様に資本も含めた業務提携を強めていくという施策を取ってまいります。39ページの方ですが、経営組織体制についてということで、執行役員制度を導入いたしました。社内での幹部層、特にマネジメント層が育ってきました。そのため執行役員制度を作りました。その分ですね、常勤取締役を少し少ない体制を維持したいと考えております。こちらは意思決定スピードが速くなるということを狙っております。ただし、ガバナンスの意味で社外取締役を増やすということを今後やっていきたいと考えております。今、スマレジがちょうど10周年を迎えましたが、次の10年を担う幹部人材の登用を積極的に進めていきたいというふうに考えております。今後の展望についてです。中期経営計画を少しアップデートしております。具体的には ARR の計画値を少し上方修正しております。今年度27億円、来年度を 36.7 億円としまして、最後、中期経営計画終了となる2024年4月期に ARR50 億の突破を目指してまいりたいと思っております。最後に、IR 担当よりお知らせです。毎月の開示情報の解説など、ニュースレターをメールや LINE でお届けしております。ぜひご登録をお願いいたします。以上をもちまして、当社2021年4月期の通期決算説明を終了いたしますが、この後に今年度に就任しました執行役員2名をご紹介いたします。そしてその後に投資家の皆様より頂戴しておりましたご質問について一つずつ回答したいと思います。中期経営計画、また長期計画の実現に向けまして、社員一同全力で取り組んでまいりたいと思います。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。この度、執行役員に就任した杉本壮介と申します。2013年に営業として入社し、これまでに1万を超える店舗様への導入支援に携わってまいりました。スマレジに入社する前は、アパレル企業に勤務しており、そこで小売の現場経験や店舗運営にまつわる様々な知識を学びました。プライベートでは週末に息子たちとサッカーをするのが楽しみの一つです。私が部長を務めるスマレジの営業部は、20代から30代前半の若いメンバーで構成されています。私の入社した8年前は、たった6名しかおりませんでしたが、現在では36名まで増え、それぞれの強みを生かしたチームに育ってきています。過去の職歴としても、営業職だけでなく、飲食店やアパレル企業での勤務など、現場経験も兼ね備えた経験豊富なメンバーが揃っており、日々切磋琢磨しながら伸ばし合っています。今後も営業部一体となり、スマレジを中心とした当社ソリューションを駆使しながら、店舗運営にまつわる様々な課題解決やサービスの付加価値向上をスピーディーに実現してまいります。ぜひ今後のスマレジにもご期待ください。どうぞよろしくお願いいたします。
この度執行役員に就任いたしました竹村大と申します。現在、アフターサポート全般とカスタマーサクセス部門全般の部門長を行っております。私は20歳の時にスマレジに入社し、現在9年目となります。入社後は営業職を経験した後、カスタマーサポート部門の立ち上げを行い、当時、外注していたサポート業務の完全内製化を行いました。また、タイムカードローンチ当初は、ウェブ経由での販売やアフターサポートを担当しており、今期からはそのタイムカード事業をまとめる執行役員に就任させていただきます。今期からカスタマー部門の部門長とタイムカード事業の執行役員、兼任となりますが、どちらでも良い結果を残せるよう努めさせていただきます。よろしくお願いいたします。では Q&A の方に参ります。投資家の皆様からのご質問を7件いただきましたので、すべて紹介したいと思います。まず1つ目。来期の ARR の予想はいくらでしょうかというご質問をいただきました。中期経営計画に記載の通り、2022年4月期27億円を計画しております。2022年見通しが売上増に対し、営業利益等が減益になる理由が何か具体的に説明してください。現在の資料だと外部環境要因なのか広告費の増加なのかもよくわからないですというご質問をいただいております。またもう一つご質問いただいておりまして、今期においては中計達成に向けて投資する要因で減収予想になっていると認識が、マーケティング施策内容、費用の内訳、テレビ CM の実施時期などをもう少し詳しく教えていただけないでしょうかというご質問をいただいております。この2点につきまして回答いたします。決算説明資料の35ページにある通り、中期経営計画の達成に向けまして、セールス&マーケティング費用、つまり広告、それから営業とマーケティングの費用を前年比で 2.5 倍以上に増加して顧客獲得に努める計画となっております。こちらが主な費用になります。内容ですが、オウンドメディアなどのコンテンツマーケティング、それから金額で言うとすごく大きいですが、テレビ CM、そういったものをはじめとしました広告、またラジオ番組の制作などを予定しております。内訳につきましては、まだ流動的なため非公開とさせていただいております。今年度、いろんな広告やマーケティング施策を試してみたいと考えておりまして、その効果を見て来年度以降の予算割り振りを決めていきたいと考えております。次の質問に参ります。以下2点について教えてください。1、ARPU、有料店舗1店舗あたりの顧客単価の計算方法を教えてください。単純に直近四半期のクラウドサービス月額利用料等の売上高を前四半期末の有料店舗数と今四半期末の有料店舗数の平均値で割り算しても8840円程度で、決算説明資料31ページの折れ線グラフの数字からはかなり乖離が生じてしまいますと。2つ目が、今回初めて LTV をご開示いただきましたが、20ページの数字 76.1 万円は売上ベースでしょうか、粗利ベースでしょうかという2点のご質問をいただいております。1つ目ですが、こちらは開示しておりませんが、最終月の月額の売上高約 1.45 億円なんですが、こちらを有料店舗数 19,568 店舗で割ると ARPU となります。2番目の回答ですが、粗利益ベースとなっております。次の質問に参ります。役員及び執行役員人事の布陣について解説ください。クラウドサービス事業の拡大にリソースを投下すること、
中でも営業及び CS に重きを置かれることを意図されていることが伺いました。今回この布陣を引かれた背景を教えてください。またこれらの他に優先して補強したい領域があれば教えてくださいというご質問いただいております。まず執行役員制度について決算説明動画の中で説明させていただきましたが、社内で幹部陣、特に部長をはじめとしたマネジメント層が育ってきたため執行役員制度を作りました。その分常勤取締役を少ない人数での体制を構築していきたいと考えております。こちらは経営の意思決定スピードを早めるという意味もございます。ただしガバナンスの観点では社外取締役を今後増やしていきたいというふうに考えております。基本的に当社はソフトウェア開発会社ですから、開発系のメンバーが、選手が熱い状態にあります。今回、営業の担当役員の退任に伴いまして、営業系の執行役員が内部昇進しております。今後補強したいと考えている領域は、マーケティング、つまり CMO、それから財務系 CFO となっております。新型コロナ禍前の素晴らしい売上成長率よりは来期の予想は鈍化しておりますが、これは足元の緊急事態宣言等の新型コロナが継続する見込みで保守的に見積もっているためでしょうか。それとも今後は成長率 20% を目安とするのでしょうか。営業利益以降の各段階利益について、4クォーター ×4 より下回った予想としておりますが、何か発生する費用や先行投資の増加があるのでしょうかというご質問をいただいております。当社の業績計画につきましては、開示の数値につきましては、アグレッシブでも保守的でもなくて、なるべく正確になるように努めております。売上高の成長率につきましては、外部環境要因としてコロナ禍の影響があるということと、あとサプライヤーの供給体制の問題が少しあるということで、少し低めにはなっておりますが、保守的というよりもなるべく正確な数値開示を目標としております。営業利益につきましては、決算説明資料の35ページ記載の通り、セールス&マーケティング費用、つまり広告と営業、それからマーケティング費用を前年比 2.5 倍以上に増加し、顧客獲得に努める計画としております。最後のご質問です。採用をストップしていたということだが、広告宣伝費をかけて店舗獲得を加速させたときに、その受け皿となる営業リソースは足りているのかというご質問でございます。現在の営業部のメンバーは、2019年中盤にかけて発生しました税率改正による特需を経験したメンバーでございます。当時の急激な問い合わせの増加にも対応してきた実績がありますので、今後の認知度向上による問い合わせ数の増加にも十分に耐えうると考えております。加えてコロナ禍で一旦見合わせておりました採用も今再開しておりまして、リソースの増強も同時に行ってまいりますので、十分間に合うものと考えております。以上です。